はい、どうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回は自走できるようになったんだけど、足が疲れるっていう方が、話を聞いたりします。で、なぜ疲れるのかっていうのはちゃんと理由があって、足が疲れなくなる改善方法について説明します。フリースケートの自走はペダルを漕ぐであったり、歩くっていった動作と、同じように最も基本的な動作になります。で、また似てるところも結構あって、歩くであったりペダルを漕ぐであったりフリースケートの自走全てにおいて、右足左足の動きが左右対称になります。歩くときは右足が前、左足が後ろ、これを交互に繰り返してますね。左足が前、右足が後ろ。ペダルを漕ぐも同じで、右足が上のときには左足が下で、その逆もしかりで、フリースケートも同じような動作になってきます。で、また、他に似てるところといっては、慣れてきてしまえば疲れないというところも似てます。で、今回は結構フリースケートで、自走のするときを、歩く動作に例えて説明することが多いんですけれども、今回、自走と、歩くっていう動作を比べて、ちょっと説明していきたいと思います。足が疲れる理由にはいくつかパターンがあるんですけど、今回はそのうちの3つ紹介いたします。まず1個目。フリースケートの自走する時の足幅なんですけど、フリースケートの足幅って、普段歩く時と変わらない、肩幅ぐらいなんですね。で、大体足が疲れる方って、そのパターン1に関しては足幅が肩幅より広いんですよね。じゃあ実際に通常の歩き方と比較して比べてみましょう。まずは普通の歩き方。こんな感じです。足幅が肩幅より広く自走している方は、じゃあ歩いてる時どんな感じになるのかっていうと、こんな感じです。ちょっと歩きづらそうですよね。この状態で長い距離は歩いてるっていう考えると、自走でも同じですけど、疲れますよね、当然。なので、足幅が肩幅より広い方は、まず肩幅ぐらいで滑れるようにチャレンジしてみてください。続いてパターン2なんですけど、膝が全く曲がってない。膝が伸びきっちゃってる状態で滑ってると疲れます。初心者あるあるなんですけど、フリースケートの自走にまだ慣れてない方は、フリースケートに乗ってるんじゃなくて乗らされちゃってる。もうちょいリラックスして乗れば膝簡単に曲がるんですけど、ちょっと体が力んでしまっていて、膝が曲がっていない。これ、歩いてる感じに例えると、こんな感じです。これも疲れそうですよね。パターン1もパターン2もそうなんですけど、パターン1の場合、足開きすぎちゃってるので、当然、足がこれ以上開かないようにするために、股関節、やっぱ筋肉使うんですね。で、パターン2の場合、これは、各関節が全く使えていないので、ガニ股内股をするのに、股関節からガニ股内股にしちゃってます。本当は、足首、膝などを使ってガニ股内股で緩和するんですけど、それがもう完璧に股関節まで、関節を一切使えていないので、股関節でガニ股内股をやってしまっているので、股関節を痛めてしまいます。なので、なるべく膝を少し曲げて、少しでいいです。極論言ったらもっとがっつり曲げた方がいいんですけど、膝を曲げて、膝を使ってガニ股内股をするようにしてみてください。最後、パターン3です。両足ちゃんとしっかり動かせない方っているんですね。自走は両足均等に動かして初めて自走になるんですけど、極論言ったら片足動かしてても進むんです。自転車でいうとペダルを右足だけでずっと漕ぎ続けるのと同じで、無理な話じゃないじゃないですか。それと同じで片足だけで漕ぐことも可能なんですけど、片足でしか漕げてないので、歩くイメージで言うとこんな感じなんですけど、
転車でもペダル漕げます。歩くのも、歩けます。ただ2分の1の力しか使えていないので、それは当然片足に負荷がかかって疲れます。こういう方は、自走の練習方法の動画別で上げてるんですけど、それで両足を動かす、練習方法の説明をしている動画があるので、そちらを見て、両足を動かす練習からまず始めてみてください。もう片足が動くんで、もう片足、動かすっていうのはそんなに苦ではないと思うので、それをすることによって、今まで2分の1しか力が使えていなかったのが、フルパワー使えるようになるので。これで、片足の負荷がなくなって、両足に負荷が均等に分散されるんで、疲れなくなると思います。今回この、パターン3つなんですけど、ちょっと、フリースケートの疲れるあるある説明させていただきました。またなんかいろんな要望があればちょっと説明していきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。じゃあ今回はこれで。またねー。